I'm as restless as a willow in a windstorm. I'm as jumpy as a puppet on a string. I'd say that I had spring fever. はい、今日はですね、バイオリンでお世話になっているスマワセイ君に来ていただきました。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。すまわせです。ほんとね、スマ君とこうやって話すってもう久しぶりじゃないですか。久しぶりですね。なんかなかなかこうライブがやることできなくてですね。そうですね。まあその間もそのスマ君がいろんなね、ライブ参加されてるっていうお話もまあメールもらったりとかして、でそういうのを知ってはいるんですけれども、どうですか？元気ですか？元気でやってますよ。頑張ってますよ。どうでしょう、もう本当にミュージシャンにとってはね、そのコロナっていうのはもう本当にダメージが大きいと言いますか、まあ、生活が一変する業種の一番のあれじゃないですか。そういう意味でスマ君なんかどうされていますか、このコロナの中。今ね、やっぱライブだったりツアーみたいなね、やっぱりなくなっちゃいましたけど、まあ、レコーディング、スタジオレコーディングとか、あとは卓録作業、あとはまあたまにその CM 音楽をまあ作らせていただいたりして、まあそんな感じですかね、仕事的には。まあ、スマ君の場合こう自分で曲作ってそれで録音するっていうそういうこともできるので、まあ、そうやって自宅のスタジオで作業ができるっていうことですもんね。そうですね。はい。でまあこうやってね、実はこのやってみようよっていう YouTube の番組はですね、その僕が一人で喋ってたりとか、あるいはまあ外に出て、いろんな場所を訪ねてっていうこともちょっとやってるんですけれども。あ、そうなんですか？はい。まあだから。YouTuber じゃないですか。だから初めねから、さっきさん YouTuber になったんですかって言われてて、違いますよと。YouTuber っていうのはもう毎日上げて、それでもう登録数がもう何万人もいるということがもう最低ラインなんで、そういうんじゃないんですよって言ってたんですけど、一応ミュージシャンなんで、そうですね。だからその音楽をライブを中心に、まあ、YouTube に上げていくということなんですけれども、まあたまにこうやって喋ってるっていうそういうことなんですけどね。で、まあスマ君と、まあ、こうやって一緒に演奏するようになってもう結構長いんですよね。長いですね。で僕思い出してみたんですけれども、まあ、初めてこうスマ君と会って、仕事をしたというのは柴咲コウさんのレコーディングは初めてだったんですよね。そうですね。そうですね。渋谷のなんかスタジオだった気が。そうですね。もう某有名スタジオで、スマ君が、バイオリンのセクションを一人で重ねてくれるっていうか。そうバイオリンとビオラもなんか持ってる。ビオラもね。はい。それでやっていただいたのが初めてで、それでまあ年はねスマ君と僕ずいぶん離れてますけれども、まあ、若い青年なのにこんなにこういろんなバラエティの音楽、ジャンル、昔のロックも含めて、そういう教養がある人がいるんだなと。多分ね、フランク・ザッパとか。そうだからもういろいろ、まあ今の音楽もそうですし、そういうこう自分のバックグラウンドともなんか重なり合うところがあるなっていうことと、あとは一番僕スマ君すごいなと思ったのは、いわゆるクラシックのベーシックをもうしっかり音大って持たれてる方じゃないですか。なんだけどもそれプラスアルファいわゆるロックのフィーリング、アドリブができたりとか、そういうリズム感であるとか、そういうのがもういわゆるバイリンガル的に、まあ、持ってるなっていうことはもうそこですごく、まあ、僕正直気に入ったんですよね。そうだったんですか。はい。いやなんか僕当時そのレコーディング渋谷の初めて咲夜さんのアレンジしたやつを弾く
そのデータいただいた時に、もうやばいなと。なんかもう、その難しすぎて、ちょっと凍りついちゃったんですよね。もうひたすら練習して、これ練習してもちょっとこれ、パンチにしないと、ちょっともう通してできるかなってすごい不安で、で、終わった後も、めちゃめちゃこう、大丈夫か。もうごめんなさいでしたって感じで帰った記憶があったんですよね。いや、まあそんな作品がね、柴咲コウさんの作品ができてですね、すごく仕上がりも良くて、でじゃあまた一緒にやりましょうよみたいな感じで、それでライブで初めてやったのが2011年の12月20日からの、クリスマスのライブで大阪から始まったんですけれども、そういうところでライブでも一緒にやるようになってですね、それでどうでしょう、崎谷健次郎の、音楽はちょっとそういうちょっと難しいっていう印象をちょっと今聞いたんだけれども、崎谷という音楽性とともに人間性とどんな印象を持たれたかなと思って。もうなんか最初なんか感じたのは、メガネも色ついてなんていうんですか、色ついてて色がついてるから怖いみたいな。ちょっと怖くて。なるほどね。喋れない。なるほど。もうひたすらついてくしかないのかなみたいな。いやもうそれね、よく言われるんですよ。言われる。そう。本当にこれデビューの時から。そうなんです。僕はまだ24とか若い時からそのミュージシャンの人がなんか怖いみたいな、この人怖い人だみたいなすごく言われてですね。だからなんか赤鬼と青鬼じゃないけど、いや僕怖くないんだよみたいな。そうだからそういうのが結構あってですね、やっぱり音楽にこと音楽に関するとね、やっぱりこうしてくれああしてくれっていうことが結構なんていうかレベルが高いっていうか、もうそのミュージシャンの持ってる、ポテンシャルのギリギリのところまでなんか一緒になんかそのスパークするぐらいのものやらないみたいな、そういうとこがあるんじゃないかなと思って。なんか聴いてきた音楽っていうのも結構崎谷さん幅広いじゃないですか。はい。なんか僕はもう全く追いつけないんですけど、もう何年のいついつに出されたアルバムのとか、ここのなんかアメリカのどこの州のとか、もう詳しくなんかいろいろ知られてるから、なんかでその知識とかその音楽だけじゃなくて、その背景とかその辺も結構好きで調べたりされてるようなイメージもありますし、だからその曲一緒にやるときとか、さっき言ったようにそのアーティストのその自分の知識を最大限になんていうんだろう、提供できる幅を持ってるっていうか。硬いね。硬い。いやでもそういうふうに言っていただくと、そういう意味ではその自分が持ってる例えばクラシックにしろポップスにしろなんですけれども、好きな音楽のジャンルスタイル、そういうふうなものを自分の中に取り入れたいなっていう、それは取り入れ方が普通取り入れないようなとこから入れたいなみたいな。それ僕今年プレビューっていうポニーキャニオン時代のそのプロモーションビデオが見つかってですね、でデビュー24歳の時に喋ってる、そのスタジオで喋ってるシーンがあるんですけど、その時になんかこんな感じでなんか僕がやりたいのはみたいな言ってることは今と昔とレビューのこと全く変わってなくて、そういうとこもあるのかなっていうとこありますけど、そういう意味で言うと須磨君自身個人的にやっぱ好きな音楽というとフランク・ザッパっていうのも出てきたけど、例えば他になんか
こういうジャンルとかあるんですか？なんかやっぱその父親の影響があって、僕の父親はそのプログレッシブロックってジャンルの音楽やってまして、微狂乱っていう、バンドの、ギターボーカルやってるんですけど、その父親が所持してた、LP とかをやっぱこう昔から子供の頃から、聞かされてたっていう聞いてたっていうか聞かされて育ってるっていうのがあって、なんだろう、自然と耳にしてたのはその、イギリスの70年代の、ロック、バスケットちょっとやってたんですよ、中学校、ヒップホップばっかり聞いて、そっから徐々にこう R&B とか聞くようになって、幅広く浅く。須磨くんは武蔵野音楽大学行かれてて、だからエコダにいたわけじゃないですか。エコダの思い出って何かあります？エコダの思い出ですね。なんか、学生の時はなんだろう、今もあるのかよくわかんないですけど、てんてんっていう中華屋さんがあったりして、そこによく食べに行ったり。僕なんだっけ、魔法使いの弟子、そこもありました。そこのパスタを食べるのが楽しみだったでも結構そのどういうんでしょうか、そのエコダの街が持つ一つのムードというか、何かこう夢を持ってる人が集まって、それで夢を掴んだり挫折したり、そういうふうなことがなんかこうそういうドラマを作ってる街だったなっていうふうには思うんですよ。ローカルなエコダの話をできる人なかなかいないんで、そういう意味ではちょっと面白かったかなと思うんですけれど、あとその今後のその須磨くんの何か予定というか。コロナでその東京都がやってるアートにエールをっていう、助成金いただけるやつ、あれでそのなんかじゃあ作品作って映像作ろうかなと思ってアニメーションソフトを買って、でひたすら作ってたんですよね。で映像を作ったから録音は音楽も作ったんですけど、なんか作品になったのは1個あるんですけど、そのくらいですかね。なるほど。須磨くんって絵がめちゃくちゃうまいんですよね。いやうまくはないですよ。これでもなんか皆さんになんかSNS で見てたりとかしてるんですか？載せたりはしてるんですけど。じゃあ見てください。すごいから須磨くんの絵は。もうね、それも親父の影響で、親父音楽やってるんですけど、本職はその映画の看板書きだったっていうのがあって、だから僕もその小学校までは結構デッサンとかそういうのはやってたのっていうのもあって、絵は好きで描いてたりするんですよ。ある時そのなんだろう、ちゃんとその PV、ミュージックビデオをそのなんかちょっと一本作ってくれませんかみたいなオファーがね1個来て、それで一つ作ったのがあるんですよね。それはね、いつだろう、8月ぐらいかな。じゃあ近いじゃないですか。多分楽しい作品になってると思うのでというわけで本当に、今回初めてのゲストということで。初めてなんですか？初めてですよ。このミュージシャン2人がここにいるので、演奏でね、締めたいと思うんですけれども、これもですね、もう僕初めてなんです。オンラインでせーので一緒に演奏するっていう。なるほど。これやってみようよっていうタイトルがついてるんで、今日はゲストを入れる回をやってみようよっていうのと、生演奏セッションをオンラインでやってみようよという、そういう意味でやってみたいと思います。今日演奏させていただく曲はですね、テレビのバラエティ番組なんかでもねよく聴かれる僕のピアノ曲でラグタイムオンザラグという曲がありまして、
その曲をスマくんと演奏してお別れになります。皆さんぜひご覧ください。Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are